どうも、ともそうやです。前回動画は、プエルトリコ旅前半の動画、相変わらずの大雨なんで、ビーチとかには行けず、雨でも楽しめる美術館やショッピングモールに行ってみた。今回の動画では、大人気観光地オールドサンファンを中心的に紹介。また、夜のギラギラした雰囲気も紹介。プエルトリコについて興味がある方は、ぜひ最後まで動画見ていっちゃってください。見てこの雨、もうどうしろっていう。最終日前日やし、観光行きたいんやけどね、午後2時半、雨が強すぎてもう何もできませんってことで、1時間ぐらいちょっと休憩ねしたいと思います。おやすみ。ベッドの横の壁に普通に虫おるんやけど、もうね、そんなねやんではないんですけど、とりあえずね、もうね行くことに決めました。で、サンファンビエホっていう有名な観光地のところに向かっています。とりあえず到着した、パナマでいうカスコビエホみたいな感じ、海沿いですごく建物が綺麗な場所っていう、そんな感じですね。なんかもう見飽きた感じですわ、僕的には。マジでなんて書いてあるかわからん。で、近くの人にこれなんて書いてあるん、意味何って聞いたら、ボリクワって言われた。ボリクワって何って聞いたら、ブリ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 って言われて、はい、理解不明でした。ほんでグラシアスで終わった。ちなみに今日金曜日、今夕方4時半、この雨降ってて店が閉まってる感じ、もう何とも言えんな。やる気ない感じな。だからラ・フォルタレサっていうところに行くよ。要塞かな。閉まってなかったらいいんやけど。ちなみにもう一回確認やけど、プエルトリコはアメリカの致死量っていうのは知ってるよね。すいません。フック船長、せっかくのフックがない。みんなね、レインコート着てね、ほんま雑魚やな。ほんまにね、強い人間はね、レインコートとか傘とかね、刺さないんですよ。使わないんですよ。割とデカめの魚が泳いでる。みんな、デスパシート、デスパシートっていう曲知ってる？超有名なあの曲。あの曲はミュージックビデオプエルトリコらしいよ。俺も知らんかった。プエルトリコ来て初めて知った。正式名称は長いんで覚えてないけど、オールドサンファンを代表するサンファン大聖堂、入場料は無料らしい。サンファン大聖堂、中入りたい人、朝の9時から夕方のね4時までらしいです。中入りたい人は4時までに来ないといけないですよ。オールドサンファンっていう地名だけであってね、外壁のこの古びた感じすごいな。さすがオールド。せっかくなんでね、このアートミュージアム的なところ入ってみたいと思います。こんな感じでね、美術館みたいにいろんな絵が飾ってある。オールドサンファンに関する絵かな。マジで理解不能なんやけど、この館内のラスボス感を感じる。一応最後はショップになってますね。ミュージアムあるある的な感じ。でも綺麗な絵とかね、好きな人、ここほんまおすすめですわ。この場所いろんなもんがね売られてある。最後にメッセージカードみたいなちゃうか、こんな感じでなんかノートブックみたいなの置いてあるんやけど、これなんかこれ自由に持って帰っていいんって聞いてみたらノーって言われた。そりゃそうよな、売り物よな。普通に考えて恥ずかしいわ。オールドサンファンはショッピングも充実していますね。誰か皿割った。綺麗な建物、おしゃれな雰囲気でね、こんな感じでね、おしゃれなバーがあったりとか、雑貨屋さんがあったりとかね、服買ったりできる場所があったりとか、ほんまザ観光地って感じですね。みんな多分行くような場所だと思う。ここはこういう店とかもある。意外と安いな。ビール5ドル、なんか安いんかどうかわからん。感覚まひっとんかな。俺この服着てももてつしたらなんかうまいこといきそうやな。サイコロ6ばっかりでそうやな。思ったんやけど、なんで俺レインコート着てないんだろう。パナマのミラフローレスでもらったやつ。あれ普通に着たらこんな濡れることもなかったんじゃないん？知らんけど。もはやこれもう海みたいになってもうてるやん。アメリカスミュージアム入場無料、イエーイ。入場無料じゃなかったら引き返すところだったわ。ほんま本場のプエルトリココーヒー飲めるらしいですよ。もちろん今は閉まってます。残念。最後の雨に濡れないように追いかけてただ抱き寄せ人もそうや。
貧乏バックパッカーが喜ぶオアシス発見。ただ壊れています。うわー、広大な土地やなー。ナショナルヒストリックサイトカスティージョですね。カスティージョはまあお城って意味です。さあビエルトアセラドグラシアス閉まってるみたいですわ。ここサンフェリペ・デルモル要塞っていうんやけど、ここが多分ねオールドサンファンの一番の見どころだと思います。今日はね閉まってるんでね入れないんですけど、オールドサンファン来た時は絶対にこの場所に来た方がいいと思います。向こうに見えるちょっとカラフルな街並みといい海といい、なんかデスパシート感が出てきたような気がする。墓地が見える。グラシアス。ありがとうマジで死ぬかと思った。ほんまもう無理や。いや、怖そうな犬がねいきなりこっちに猛スピードで走ってきて、もうでも自分もね犬に噛まれるの嫌なんで半径1メートル以内に近づいてきたらもう蹴り飛ばすって決めてるんですけど、飼い主目の前におって、しかももう噛んでくるかどうかもわからんやん。もう蹴れんかったな。もうとっさの判断でもう無理や、噛まれるわって思ったけど寸前で止まって、なんかめっちゃ吠え出して怖かったー。てかさっきの人最後すみませんって言ったけど、なんで俺が日本人って分かったんかな。ありがとうってまあ返したけど。ちなみに僕の今のこのね左側のエリア、写真とか動画とか一切撮ったらあかんらしいんですけど、もうマリファナの匂いがねプンプンしますね。そんな感じのエリアらしいです。いやーちょっとね撮影してみたいけど、さすがにあれは厳しいですね。なんか聞いた話だったら普通にあそこで写真とか撮ってて殺されてる人もおるらしくて、普通に。で僕ね昨日普通に撮ってしまったんですよ写真。お店の中でなんですけど、お店の中で撮っただけでもめっちゃ呼ばれて、お前消せ消せ消せってめっちゃ言われて、ちょっと怖かったんで、ちょっと写真とかはやっぱりね控えなあかんところは控えなあかんし、そこはねちょっとけじめつけて動画撮影はあそこではねできないです。危険なエリアなんで。そろそろピニャコラダ飲んでみたいなと思って、ちょっとお店でいろいろ聞いてるんですけど、11ドルとか12ドルするんですよ。めっちゃ高くない？だって10ドル越したらもう1600円1700円ぐらいってことやろ。ちょっとこの店も一回聞いてみます。なんか微妙に坂になっとるし、ちょっと足場ちょっと滑りやすいし、なんか余分に筋肉使うんですよね降りるとき。下半身泣かせの坂やわほんま。この中でもめちゃめちゃ安い店発見した。7ドル、それでも高いけどな。この雰囲気女子っぽい感じのおしゃれなお店、おバーやな。ザ・バーって感じ。来ましたね、これピニャコラーダです。プエルトリコで有名なお酒。ココナッツヨーグルトみたいな味がする。美味しい美味しい、めっちゃ美味しい。女子にも多分人気になるわこれ。店の中も女子率かなり高め。それにしてもめちゃめちゃ喉乾いてるんやけど、溶けるのをずっと待たないといけない地べったいお酒やな。いや、ソフトドリンクか。やばい、ピニャコラーダ飲み終わるのに1時間かかった。なかなか溶けん。ひたすらかき混ぜる。何この時間みたいな。一人で、しかもカウンターで、まあちょこちょここのカウンター越しのお兄さんとね話とかしたりしたけど、あれはなんかなんとも言えんな。おすすめせんは 6.6 ドル安いね。他の店はね11ドルとか12ドルとか、安くても10ドルとかやけど、あかんわほんまに。最後とか飲んでないからな。かき氷ガブ飲みみたいな感じやからな。コップ持ってこうやって飲んだもん。もう溶けなさすぎてあまりにも。現場からは以上です。でも僕と一緒で一人ぼっちか。なんか一緒に旅でもする？中心地を徘徊しているとこういう雰囲気の場所もあるよ。落書きがあったり靴が吊るされてたらちょっと危険チックやな。別に帰ってもいいんですけど、明日朝早いし。けど僕の勘でなんとなくねこのお店ねちょっとね入ってみたいと思います。ビール飲もうかな。せっかくやしな。せっかく来たしな、プエルトリコ。こんな感じのね雰囲気のお店ですね。ビール最高に冷え冷えっすわ。あんなねピニャコラダかき氷みたいなドリンクをねちまちま飲むより、やっぱビールスッて飲んだ方がね気持ちいい、美味しい。乾杯。あゆみはこのビールいっちゃうよ。乾杯。さっき飲んだけど口当たりやっぱ軽いな。ライトって書かれてるんで。冷え冷え。
日本のんだけど、どちらもプエルトリコのビールじゃなくて普通にアメリカのビール。まあプエルトリコ一応アメリカやからな、よしとしよう。ちょっとそろそろ飽きてきたんで、なんか歩いて帰りたいと思います。晩ご飯も食べてないしな。じゃあ最後のサルーグラシャスグラシャス宿で出会った人らと友達になってオールドサンファンの夜の街に繰り出すことになったキャラトムソーヤン。こうやって仲間を作って一緒に遊びに行けるところがドミトリールームのええところ。そもそも宿のオーナーがお酒やパーティーの雰囲気が好きということもあって、スタッフの女の子らも含めてみんなで飲み屋さんへ。一つの飲み屋さんだけじゃなく、クラブチックのバーやロマンチックなバーとか楽しげな雰囲気のいろんなタイプのお店を出入りして、その場所の雰囲気を楽しんだよ。とにかくプエルトリコは夜の中心街は美男美女が多くて華やか。中には薬の売人が集まる場所で携帯を出すことができない危険チックな場所もあったよ。自分はそこで普通に携帯を出して撮影したら怒られちゃいました。プエルトリコの夜の街は華やかでおすすめ。英語かスペイン語を話すことができると可愛い女の子とコミュニケーションを取ることができるかもしれません。どっちも話すことができない陰キャラの僕は終始お通夜状態でした。お店で飲んで騒いでみんなで大移動しての繰り返し。こんな感じでみんなで大移動したよ。さあ明日から節約。まあこんな感じの景色やな。なんかのんびり歩いて帰ってもいいかな、1時間ぐらいやし。酔っ払いながら帰っちゃうよ。ちなみにこのきらびやかな建物何回噛んだんだろう、この2秒間で。このきらびやかな建物は国会議事堂、プエルトリコの国会議事堂。あと雰囲気的な感じなんですけど、プエルトリコはなんか日本と同じような感じで夜道一人で歩いても大丈夫そうっすね。街も綺麗し治安もそんな悪くないような感じです。あとなんかね Wi-Fi 使いたいなってさっき思ってちょっと Wi-Fi つなげてみたんですよ。そしたら適当になんかその辺のレストランのフリー Wi-Fi があって、結構なんかその辺でも Wi-Fi 使えました。あれ結構いいよな。なんかわざわざマクドナルド行かんでええし。酔っ払ったらなんぼでも歩けるんですけど、マジで人全然歩いてないっすわ。やっぱプエルトリコは車社会やな。プエルトリコ料理が食べれるねお店ね、めちゃめちゃ探してたんでちょうどいいの見つけたわ。ここ入りたいと思います。相変わらず物価は高いですね。メニューこうやって見て、このねアロースっていう米料理、焼き飯みたいな感じなんですけど、アロースコンポージョ 14.95 ドル、これだけでも2200-300円ぐらいするんですよ。めちゃめちゃ高い。ハンバーガーの一番安いやつだけでも 12.95 ドルやで。めっちゃ高いやん。お店の中はいろんな人が集まるザ・レストランって感じの雰囲気。何かわからんけど頼んだペリオールっていうドリンク来ました。なんだろうな、これライムの炭酸の味のなんかドリンクなんかな。プエルトリコであんまり外食してないんですよ。てか初めて、バーガーキング除いたら初めてかもしれん。なんでせっかくなんでね、お金の出し惜しみはしないですよ。ただの炭酸水や。料理到着しました。こんな感じ。まあまあボリュームあってよかった。チャッチい感じじゃなかったよかった、ほんまに。普通に美味しいっすわ。入ってるし。ただ説明しにくいな。鶏肉は胸肉で、味はまあサルサ。これがなんか何か分からんけどちょっとポテトっぽいんよな。揚げたポテト。難しいな。この中に詰まってるのがね、めっちゃあったかくてね、美味しい。で野菜もちょいちょい入ってるし。うまい。これにしてもトイレ低すぎんか。伝わるかな。しかも押しボタンしけちゃうし。おるすぎやろ。警察が、これ警察の車なんですけど、警察が自分らの車をテーブルにしてお酒飲んでた。もう思った以上に腹パンパンになったんで、さらに歩いて今からね散歩したいと思います。ちなみに夜の11時20分、めっちゃめちゃ腹パンパン。結構ボリュームあったわ。あれ明日プライオリティパスラウンジ使ってめちゃめちゃ爆食いする予定だったのに、これ食えんかもしれんな。明日のフライトが朝の10時40分とかなんですよ。
でめっちゃ早めに起きて早めに空港行ってラウンジで爆食いする予定だったんですよ。イエーイ、プエルトリコって言ったらやっぱり海だぜ。プエルトリコ来たのに海紹介せんっていうのはナンセンスかなと思って、もう一応最後の最後に海来てしまった。見えるかな。感想は波がまあまあ高いな。それとなんか野宿できそうやわ、この感じだったら。まあ涼しいし人もおらんし治安もいいし。以上です。さようなら。さよなら。グラシアス。やばい、ガソリンスタンドの前で暴走族みたいなんが溜まっとる。なんか田舎のヤンキーみたいなことやってるな。無事早起きして空港に間に合い、次の国へ移動。はい、動画ご視聴ありがとうございました。プエルトリコのねサンファンどうだったでしょうか。まとめなんですけど、まず一番ネックなのがやっぱり物価ですね。日本の物価よりはるかに高くてアメリカに近いような感じの物価かなって思いましたね。なんでね、物価がやっぱ高かったんで僕ほぼ自炊でした。あんまりね外食できんかったんよな。だからまあこの食に関してはあんまり伝えることはできん。ただスーパー行ったらお肉は安かった。お肉を買って調理するのをおすすめします。でね、女の子はやっぱ可愛いですね。中米旅しててまあ綺麗な女の人とかいるんですけど、プエルトリコに来て久しぶりになんかなんかめちゃめちゃ綺麗な女の人いっぱいおるなみたいな。なんていうんかな、夜になったら結構いろんなとこでパーティーとかダンスクラブとかそんな感じで、女の子の気合の入り方が他の国と違って全然ちゃうんですよ、他の国と。でより一層なんか際立って綺麗に見えましたね。で治安面に関してはもうめちゃめちゃいいです。これ言い切ったらあかんな。まあ治安面に関してはいいけど細心の注意は払ってくださいみたいな感じですね。まあただ夜12時に僕ね外出歩いても全然ね問題はなかったですね。ただ出歩いたとしてもホームレスもゼロではなかった。なんで僕も一応なんか後ろとか確認しながら歩いたりましたけど特に問題はなかったですね。日本と比べても同じぐらいの治安じゃないかな。ただ街がちょっとボロっちかったりとかゴミが散乱してたりとかそういう感じのなんか見た目的な治安に関してはちょっと微妙やなみたいな感じで思いましたね。はい、どうもご視聴ありがとうございました。こんな感じで終わりたいと思います。ということで次はねドミニカ共和国のサントドミンゴに行きたいと思いますとか言うてももうドミニカ共和国ついてますけどね今日朝からビール2杯飲んだ。イエイイエイ。次回ともそやチャンネル。ドミニカじゃないよ、ドミニカ共和国だよの国の首都サントドミンゴに滞在。ドミニカ共和国って長いんでもうドミニカって言っていいですか。ドミニカでは6カ所の場所に滞在したよ。ショート動画もバンバンアップロードする予定。人々が優しくてなかなか面白い国だ。次回からのドミニカ編始まり